物語の始まりは1992年、フランス・グルノーブルにある大学にジャンピエール・シャラスという教員がいました。彼が一人で開発し始めたのは PCB 設計ソフトです。その動機はささやかなものでした。学生に電子工学を教えるため、そして自分自身が新しいプログラミング言語である C++ を学ぶため。ソフトの名前はキキャドと言います。それから34年後の2026年5月7日、世界最大級の物理学研究所セルンがある発表をします。30年かけて自分たちで作り上げた1万7000点の電子部品データを世界中の誰にでも無料で使える形で公開するという内容でした。そのデータが配られるソフトの名前もキキャドだったのです。この30年間に何が起きたのでしょうか。商用の PCB 設計ソフトが永久ライセンス100万円を超える業界で、キキャドだけはリリースから30年以上ずっと0円のままでした。このソフトを世界中のメーカーだけでなく、スタートアップから巨大な研究機関まで使うようになっていたのです。一人の教員と世界最大級の研究機関、30年かけて2つが合流した物語を紐解きます。キキャドは PCB、つまりプリント基板を設計するためのソフトです。プリント基板はスマートフォン、家電、自動車、医療機器など世の中のあらゆる電子機器の中に入っています。緑色や青色をした文字や線が印刷された板のことです。設計者はまず基板の上にどんな部品をどこに配置するかを決めます。次に部品同士をつなぐ配線を描いていきます。この一連の作業を支えるソフトを PCB 設計ソフト、あるいは EDA ツールと呼びます。業界では長らく有料の商用ソフトが標準でした。代表的なツールは永久ライセンスで日本円にしておよそ100万円。年間契約でも数十万円かかります。個人や教育機関、小さなスタートアップにとっては簡単に買える金額ではありません。そんな状況で無料の選択肢が1992年に生まれました。それがキキャドです。フランスのグルノーブルにある工科系の大学、ユーテ・ド・グルノーブルでジャンピエール・シャラスという教員によって書き始められました。シャラスの動機は2つありました。後年、セルンが運営する寄付財団のインタビュー記事にシャラスの動機が次のように記録されています。学生に電気工学を教えるためのツールが欲しかった。そして同時に C++ という新しいプログラミング言語の書き方も自分で学びたかった。名前の由来はシンプルです。シャラスの友人がやっていた会社の頭文字 KI と CAD、つまりコンピューターエイドデザインの略称を組み合わせたものでした。このソフトはそれから14年間、ユーテ・ド・グルノーブルでシャラスが一人でコツコツ開発を続けていました。学生のために機能を更新し、フランス語のドキュメントを書き、メールで送られてくるパッチを手作業で取り込む。それだけのプロジェクトでした。転機が訪れたのは2006年。ディック・ホレンベックというエンジニアがシャラスを説得します。このソフトを学校だけに留めておくのは実に惜しい。コードを世界に公開しないか。シャラスはこれに同意。キキャドのソースコードは当時最大規模のオープンソース開発プラットフォームだったソースフォージに初めて公開されました。ディック・ホレンベックはこの年から2011年までの5年間、シャラスに代わってキキャドプロジェクト全体の運営を担う最初のリーダーになります。同じ2006年、アメリカからキキャドに関わり始めたのがウェイン・スタンボーです。彼は既存の商用 EDA ツールに不満を抱えていた電気エンジニアでした。スタンボーもまた後にキキャドプロジェクトリーダーとして20年近く活動に関わり続けることになります。当時の事実上の中核メンバーはシャラス、コレンベック、スタンボーの3人。後にスタンボー自身がインタビューで当時のシャラスについて次のように語っています。彼は英語を話さないんです。書く方は何とかなりますが、それでも時々助けがいる。
シャイなんですよ。一度会ったことがありますが、プロジェクトを引っ張ること自体には彼はあまり関心がなさそうでした。スタンボーは加入当初、ある行動を起こします。シャラスが書いた初期のドキュメントはフランス語でしか書かれていません。スタンボーはキキャドのコードを読んで修正するためにフランス語を学び、ドキュメントを読めるようにしたのです。スタンボーは2019年のインタビューでこう語っています。正直に言うと、私は本職のプログラマーではないんです。電気系エンジニアとして仕事を続けながらフランス語も勉強し、開発に明け暮れる。こうしてスタンボーは2006年から現在に至るまでキキャドの開発と運営に多くの時間を捧げることになります。一人の小さなプロジェクトに献身的な2人の仲間が加わったことで、キキャドは次第に世界へ広がっていきます。ここで後の物語の中心となるもう一つの場所、セルンに話を移します。セルンはヨーロッパ原子核研究機構の略称です。本拠地はスイスのジュネーブ近郊、フランス国境にあります。1954年に12カ国が加盟して設立されました。現在は加盟国が23カ国に増えています。世界中の物理学者が集まり、宇宙の根本的な仕組みを解き明かす実験が日夜行われています。セルンといえば最も有名なものが LHC です。地下100メートルにある周囲27キロメートルの環状トンネルで、陽子と陽子をほぼ高速にまで加速して衝突させ、宇宙の始まりに近い状態を再現する世界最大かつ最もパワフルな粒子破砕装置です。そしてセルンが世界に残したもう一つの大きな贈り物がワールドワイドウェブ、つまり私たちがウェブと呼んでいるものです。1989年、セルンで働いていたティム・バーナーズ・リーというイギリス人の研究者が、巨大な実験データを世界中の研究者で共有する仕組みとしてウェブを提案しました。最初のウェブサイトが1991年に完成し、その3年後にセルンは決定的な判断を下します。ウェブのソフトウェア一式を誰でも自由に使え、改変でき、配布できる形で無償で公開したのです。この時、もしセルンがウェブを特許で囲い込んだり、ライセンス料を取る形で配布していたら、私たちが今普通に使っているインターネットの姿は全く違うものになっていたはずです。セルンが囲い込まないという選択をしたから、ウェブは爆発的に世界中に広がりました。セルンが自分たちの開発したものを世界に開放するという文化は、ウェブだけでなく組織の中に根付いていきます。2000年代後半、セルンの内部で新しい議論が始まります。舞台はセルンの加速器の制御用電子機器を設計しているチーム、略称 BECOHT、 つまり加速器を担当する部門と制御部門、さらに中のハードウェアとタイミング部門という3段階の階層を縮めた略称です。このセクションのリーダーがスペイン出身の物理学者でありエンジニアでもあるハビエル・セラーノでした。セラーノは長年抱えてきたとある問題の解決を目指していました。複数の研究機関や企業とハードウェアの設計図を共有する手段が当時はほとんど存在しなかったのです。ソフトウェアの世界には GPL というよく知られたオープンソースライセンスがありました。MIT や BSD といったより自由なライセンスもあります。しかしこれらはあくまでもソフトウェアのソースコードのためのライセンスです。物理的なハードウェアの設計図、例えばプリント基板の図面や回路図にはそのままでは使えません。セラーノは後のインタビューで当時の苦労を次のように振り返っています。GPL は製造されるものについては何も語っていない。クリエイティブコモンズライセンスも同じだ。私たちのニーズに最も近かったのは TAPROHL というライセンスだったが、セルンは国際機関で紛争解決の仕方など独自に手当てしなければならない部分があった。要約すると、当時ソフトウェアに使えるオープンソースライセンスはたくさんあった一方、物理的に製造されるもの、つまりハードウェアの設計図に使えるライセンスはほぼ存在しませんでした。アメリカの無線エンジニアコミュニティ TAPR から出ていたライセンスが唯一近いものでしたが、
国際機関であるセルンにはそのまま使えない部分があったのです。そこでセルンは自分たちでハードウェアのためのオープンソースライセンスを書くことに決めます。それがセルンオープンハードウェアライセンス、略してセルン OHL。 最初のバージョン 1.0 が2011年3月に公開されました。ライセンスだけではありません。セラーノのチームは自分たちが設計したハードウェアの図面を集めて公開する場所も用意します。オープンハードウェアリポジトリ、略して OHR。 このウェブサイトにセルン内部で設計された加速器制御用の基板や各種計測機器の設計図が誰でもダウンロードできる形で集められていきます。セラーノはセルンのビジョンを次のように語っています。私たちが目指しているのは、ハードウェアの開発者がソフトウェアの開発者と同じくらい簡単に設計を共有できるようにすることだ。しかし、設計を共有する仕組みができても、肝心の設計するためのソフトウェアの問題が残ります。セルンの内部では PCB 設計に有料のアルティウムとキャデンスを使っていました。これらは商用ソフトです。セルンの外で誰もが同じソフトを使っているとは限りません。そこでセラーノのチームは無料のオープンソースで使える PCB 設計ソフトを探し始めます。当時、選択肢はいくつかありましたが、その中で最も伸びる可能性を持っていたのが KiCad でした。ただし、当時の KiCad には商用ソフトと比較すると機能が足りない部分がたくさんありました。セルンが本格的に使うにはソフトウェア自体に大幅な改良が必要だったのです。2008年、セラーノはホワイトラビットというプロジェクトに携わります。ホワイトラビットはセルンの加速器全体に極めて正確な時刻信号を配るためのネットワークシステムです。LHC のような大規模な実験では、地下のトンネルにある各観測装置が全く同じ時刻に正確にデータを記録する必要があります。要求される精度は1ナノ秒、つまり10億分の1秒よりもさらに細かいレベルです。それまでこうした高精度な同期は専用のケーブルや高価な機器を使って実現されていました。セラーノはそれを普通のイーサネット技術を拡張する形で、しかもオープンソースで作ろうとしていたのです。プロジェクトを進めるには優秀なエンジニアが必要です。セラーノはセルンのテクニカルスチューデントという若手研究員を採用する制度を使って新しいメンバーを募集しました。採用候補に有望な学生が2人いました。セラーノはどちらを選ぶか決められません。後に彼は自身のブログで次のように振り返っています。2人とも素晴らしくて私には決められなかった。その時ふと気づいたんです。一人の誕生日が私自身の誕生日と全く同じ日だったことに何かの暗示だと思ったんです。その学生の名前はトマシュブ・ウォストフスキ。ポーランドのワルシャワ工科大学からやってきた当時20代前半の青年です。ブ・ウォストフスキは2008年の夏、セラーノのチームに着任しました。ブ・ウォストフスキがいかに非凡な開発者だったか、着任して間もない頃のエピソードをセラーノは書き残しています。セラーノは夏休みに入る前にバ・ウォストフスキに当時最新だったバーテックス5という FPGA ボードを渡して、夏休みの間これで遊んでてとだけ伝えて研究室を出ました。 FPGA とは自分でハードウェアの動きを設計できる特殊な半導体です。それから1ヶ月後、セラーノが長い休暇から戻ってくると、ブ・ウォストフスキはすでに光ファイバーを使った高精度の時刻配信の動作デモを作り上げていました。サブナノ秒、つまり10億分の1秒よりも細かい精度で遅延を補正する仕組みがボードの上で動いていたのです。セラーノは彼の能力を次のように評価しています。トムの幅広い知識と深い洞察力、そして驚異的な開発スピードと自分ならできるという前向きな姿勢は、このプロジェクトに対する私のマインドを根本から変えてくれました。この天才ボストフスキの合流は、
ホワイトラビットだけでなく、後にセルンがキキャドを支援する道筋にもつながっていきます。2008年から2010年にかけて、セルン内部ではいくつもの議論が並行して進みます。ホワイトラビットのような新しいハードウェアプロジェクトをどうやってオープンソースで公開するか、そのためにどんなライセンスが必要か、そしてどんな設計ソフトを使うか。2011年、セラーノのチームは決断を下します。後にセラーノ本人がキキャド開発者メーリングリストで次のように振り返っています。議論は2008年から始まっていたが、調整が済んでキキャドの開発に参加が決まったのは2011年だった。セルンの BACOHT セクションがキキャドへのコード貢献を本格的に始めます。最初の中心人物は先ほど登場した若き天才トマシュ・ウ・ウォストフスキ。そしてもう一人、ウ・ウォストフスキと同じくポーランド出身のマチェイ・スミンスキ。セルンのチームはキキャドに足りなかった機能を一つ一つ追加していきます。配線を自動で動かす機能や基板を 3D 表示する機能、そして回路シミュレーターとの統合。これらの追加機能がキキャドを個人の趣味で使うソフトからプロが使えるソフトへと押し上げていきました。2013年9月、セルンのトマシュ・ブオストフスキがキキャドの開発者メーリングリストに一通のメールを送ります。タイトルはプッシュ&ショーブルーター。これはセルンがキキャドのために開発していた新しい配線ツールの初公開でした。プリント基板の上でユーザーが新しい配線を引きたいときに、既存の配線が邪魔だと判断されると、それを自動で押しのけたりずらしたりしてくれる機能。当時商用ソフトの一部にしかなかった高度な機能です。メールの本文は次のように書き出されていました。長期間にわたる過酷な開発、数えきれないほどの鉄や何度も変更された納期、そして何百リットルものコーヒーと汗の末、ついにキキャド専用のネイティブプッシュ&ショーブルーターの初期バージョンをリリースできることを誇りに思います。メールの末尾には12人の社児が並んでいました。その中にはキキャドの創始者シャラス、プロジェクトリーダーのスタンボー、そしてセルンのセラーノと同僚のスミンスキの名前が含まれていました。メールの最後には次のような冗談も添えられていました。コア部分の一部はビジュアルベーシックで書きました。フォントはもちろんコミックサンズでね。実際にはビジュアルベーシックでもコミックスサンでもなく、コードは C++ で書かれた本格的なものでした。連日の徹夜と疲労をコーヒーと汗と書く一方で、最後にジョークを残す。ブゴストフスキの人柄がこのメールから読み取れます。メールを送った翌日、コミュニティの一人から返信が届きます。動画を見ました。今でも驚きのあまり言葉を失っています。それまで個人の趣味のソフトと見られていたキキャドが商用ソフトと真正面から競える機能をまた一つ手にした瞬間でした。ただし技術だけでキキャドが世界に広がったわけではありません。お金の問題が常につきまといます。セルンがキキャドに本格的に貢献を始めた当初、開発作業の多くはブ・ボストフスキとスミンスキの業務時間内の仕事として行われていました。セルンの予算で人件費が支払われていたのです。しかし2人の本業はあくまでもセルンの研究装置の開発であり、ずっとキキャドだけに時間を割き続けるわけにはいきません。そこでセルンは2013年にセルン&ソサエティファウンデーションという公益財団を立ち上げます。世界中からキキャドのための寄付金を集める組織です。集まった寄付金はセルン以外で活動するフリーランスの開発者を有償で雇うために使われました。セルンが直接コードを書くだけでなく、優秀な開発者をお金で動員できるようになったのです。寄付者のリストにはラズベリーパイ財団とアルドゥイーノというメーカー文化を代表する2大組織も含まれていました。自分たちのコミュニティのためにセルン経由でキキャドに寄付する、こうした流れが2010年代半ばから当たり前になっていきます。2015年12月、キキャドはバージョン 4.0 をリリース。
インターフェースが大幅に改善され、機能も充実します。多くの商用ソフトのユーザーが本格的にキキャドへの乗り換えを検討し始める最初のきっかけとなりました。そして2019年、長年平日の夜と週末を使ってキキャドに貢献し続けてきたウェイン・スタンボーがついにキキャドの開発を専業にする時が来ます。同年に設立されたキキャドサービシズコーポレーションという会社がウェインをフルタイムで雇用しました。同社の設立者の名前はセス・ヒルブランド。セス自身もキキャドのリード開発者の一人です。彼は2023年、オープンソースに関するポッドキャストでキキャドの財務モデルについて次のように発言しています。寄付金だけでオープンソースプロジェクトを運営することはできないと誰もが言いますが、私はそれが全くのデタラメだと強く言いたい。寄付の仕組みを間違えていなければ、そんな主張は真実ではない。セルンからの寄付プログラム、Linux ファンデーション経由の寄付窓口、企業からの直接支援、複数のルートから集まる資金がキキャドの専業開発者たちを支え、ソフトウェアは年々進化を続けていきます。セルンのキキャドへの貢献は2026年5月にある決定的な形で次の段階に進みます。その伏線は2024年6月14日にありました。この日セルンではエレクトロニクスフォーラムと呼ばれるセルン内部の回路設計者向けのイベントが開かれました。そこでセラーノはセルンが長年内部で使ってきた電子部品のライブラリを近い将来全世界に公開すると宣言したのです。電子部品のライブラリとは PCB 設計ソフトの中で抵抗、コンデンサ、IC コネクタといった世の中に存在するさまざまな電子部品の設計図上での見た目と実物の寸法情報を一つにまとめたデータ集のことです。エンジニアが新しい回路を設計する際、使いたい部品を一つ一つ手動で定義していたらいくら時間があっても足りません。整備された部品ライブラリを呼び出し、それを設計図の上に並べる。これが現代の標準的なやり方です。このライブラリーの質と量が設計の効率を大きく左右します。ところが、キキャドのような無料ソフトでは、ユーザーが個別に集めた部品データが分散しており、開発リソースが潤沢な商用ソフトと比べて、ライブラリーの整備が遅れていました。一方で、セルンの内部には、研究装置の設計のために長年にわたって整備されてきた膨大な部品ライブラリーがありました。その総数1万7000点以上。セルンの設計部門が内部からの日々のリクエストに応じてコツコツ追加してきたものです。このライブラリーを世界に公開する。セラーノの決断は2026年5月7日に実行されました。その日、セルンは公式サイトでキキャドの部品ライブラリーの公開を発表します。提供されるライセンスは、セルンが自ら開発した3種類のオープンハードウェアライセンスのうち最も自由度の高いものでした。セルン内部のライブラリをそのまま商用利用も含めて誰もが自由に使える形で開放したのです。公開されたリポジトリは GitLab のセルンオープンハードウェアリポジトリ上に置かれました。アクセスすれば誰でもワンクリックでダウンロードできます。ところで、キキャドを通じてどんな製品が誕生したのでしょうか。一つの事例を紹介します。アメリカのシステム76という会社が2021年にローンチというキーボードを発売しました。普通のメカニカルキーボードとして売られていますが、特徴的なのはその設計図がすべて公開されているという点です。ローンチの PCB 設計図は GPLv3 というオープンソースライセンスで公開されています。そしてその設計に使われているのがキキャドです。ローンチはオープンソースハードウェアアソシエーションというオープンソースハードウェアの認証団体に正式に登録されています。企業の製品がオープンソースハードウェアとして登録されている数少ない例の一つです。セルンが設計する研究機器とシステム76が設計するキーボード、そのどちらもキキャドが使われています。一人の教員が30年以上前にフランスで書き始めたソフトは
世界中のものづくりを支える土台になりました。この流れはセルンの1万7000点のライブラリー公開によってさらに強化されます。今後、キキャドで新しい基板を設計するメーカーは、セルンが30年かけて集めた部品データを何の対価も払わずに使えるのです。これは1994年にセルンがウェブのソフトウェア一式を世界に無償で公開したあの判断と構造がよく似ていると思いませんか？研究のために自分たちで作ったものを研究の枠を超えて世界に開放する。それによって自分たち単独では実現できなかったことを世界中の人々が実現させる。ウェブの時と同じ判断をセルンはキキャドでもう一度行ったのです。ウェブで一度世界の姿を変えたセルンはまた別の形で世界の何かを変えようとしています。一人の教員が書き始めたソフトと世界最大級の研究機関、両者を結びつけたのはライセンスや契約だけではありません。自分たちが時間とお金をかけて作ったものを世界の誰でも使える形で開放するという長年積み重ねられてきた人々の選択でした。物語はまだ終わっていません。セルンがウェブを公開してその後に何が起きたかを私たちはすでに知っています。ウェブは爆発的に広がり、世界中の人々の暮らしと仕事を根本から変えました。キキャドとセルンによる1万7000点の部品ライブラリー。これが世界中の人たちの手に渡り、これから何を生み出すのか、それはこれからの30年が答えてくれるはずです。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が参考になったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。ファブシーンではハードウェア開発やデジタルファブリケーションの最前線を日々お届けしています。最新の記事は概要欄のリンクからファブシーンのサイトでご覧ください。それでは次の動画でお会いしましょう。